こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日、トヨタ自動車から発表された GR カローラの RZ グレードが展示されておりましたので、そちらの内外装紹介をこちらの内容に沿って紹介していきます。それではご覧ください。まずはグレード構成についてです。現在判明しているグレード構成として、GR カローラには GRS と同様、RZ グレードとその RZ グレードをベースにし、豊田章男社長が自ら開発に携わったスペシャル仕様であるボルドエディションが設定されています。どちらのグレードも 1.6 リッター3気筒ターボエンジンと 4WD、6速 MT という組み合わせに変更はありませんが、RZ グレードの場合は、ベースであるカローラスポーツの車両素性を引き継ぎ、5人乗りに対して、ボルドエディションの場合は、軽量化を実現のため、リアシートが存在せず、2人乗り仕様となっており、かなりスパルタな仕上がりとなっています。価格としては、北米でのスタート価格が約509万円からとなっており、日本仕様もそれに準ずる価格となると想定すると、GR カローラの価格は GR ヤリスよりも少なくとも50万円以上高くなることが予想されますが、ヤリスとカローラの車格を考えると妥当な線と思われます。パワートレインには GR ヤリス同様 1.6 リッター直列3気筒ターボエンジンに 4WD を組み合わせた GR4 の仕様が GR ヤリス同様 GR カローラにも搭載されていますが、エンジンの性能がより突き詰められており、GR ヤリスの仕様から馬力が32馬力高められた304馬力となっており、開発目標値である GR カローラの車両重量 1475kg で考えると、GRS のパワーウェイトレシロ 4.71kg に対して、GR カローラは 4.85kg と肉薄しており、車重アップによるハンデをものともしない動力性能を有しています。また、ボルドエディションに関しては、リアシートの排除による約 30kg の軽量化に加え、最大トルクが 30N アップの 400N になっており、スペシャル仕様にふさわしい突き抜けっぷりとなっています。こちらに組み合わされる駆動方式が GR4 であり、3段階で前後の駆動力半分を切り替えられる4駆システムとなっており、ノーマル、スポーツ、トラックと、その時々のシチュエーションに合った最適なドライブヒールを提供する駆動方式となっています。私も CR ヤリスでこの GR4 を体感したことがありますが、特にスポーツモードとトラックモードの切り替えによる FR ライクの走りと4駆の安定感ある走りの違いを感じ取ることができ、車の特性を理解するといった意味合いでも非常に勉強になるシステムだったことが印象に残っています。また、本来ではデメリットとなり得る3気筒の振動などが車好きとしては逆に心地よく、のぶとい吸排気音を伴って非常に興奮する仕様だったことを覚えています。GR カローラには出力アップのためセンターにマフラーが1本追加された3本出しとなっており、排気音もより気持ちよくなっていると考えられるため、市場の機会が劣れることが楽しみです。内外装飾についてです。外反色としては RZ グレードにはご覧の4色が設定されており、ボルドエディションにはマットカラー及びプレシャスメタルが設定されるそうです。こちらに関しては硬派な車であるため GR を象徴するカラーで固められている印象ですが、プレシャスメタルが追加されており、よりレーシーな色合いも今回から追加されています。内装飾としては RZ グレードにはブラックをベースとしたレッドのステッチが配されたブラック・レッドの組み合わせと、シルバーのステッチが配されたブラック・シルバーの組み合わせ、ボルドエディションにはブラック・レッドの組み合わせが設定されており、こちらも非常にシンプルな選択肢となっています。展示車の仕様はご覧の通りとなっており、グレードは RZ となっており、パワートレインには GL4 が設定されており、外反色が結構珍しいと思われるグレー系のプレシャスメタルにブラックレッドの内装を組み合わせたものとなっていました。この GL カローラの特別展示は、今回お邪魔した GL ガレージの店舗だけでなく、全国で特別展示が開催されているそうですので、概要欄のホームページから日程を確認してみることをお勧めします。
外観紹介。まずはフロントフェイスからになります。フロントフェイスには GR シリーズ共通の四角い開口部のマトリックスファンクショナルグリルが採用されており、GR カロラの場合はフォグランプをグリルと一体化されており、よりスクエア感が強調されているように思えます。また、正面から見ても、シャープな切れ金のヘッドライトのさらに外側に広がるフロントフェンダーの盛り上がりが印象的であり、4WD 駆動を採用したことによる安定感と、ただものでない感を外観からしっかりと主張しています。フロントタイヤ前も開口されており、空気が抜けるようになっていることと、グリル内のメッシュも比較的目が粗く開口されており、高出力エンジン搭載に伴う熱対策もしっかりなされている印象です。ボンネットフードも非常に立体的な構造となっており、搭載要件ではないかとは思いますが、IS500 のように強力なエンジンを搭載していることを主張しているとともに、エアアウトレットが設けられていることで、熱対策も行われています。フロントフェイスのサイドは、曲線中心の正面に対し、鋭角に切り落とされており、風流れを良くし、空力特性を優先したデザインであることがよくわかります。サイドに回り込んできました。GL カロラのボディサイズは、全長 4410mm、全幅 1850mm、全高 1480mm、ホイールベースが 2640mm となっており、ベースであるカロラスポーツと比較すると、全長が 35mm、全幅が 60mm、全高が 20mm、それぞれ拡大されています。ただ、このサイズアップは、車室の拡大ではなく、タイヤをより広く四隅に配置するトレッドの拡大を実現するための結果であり、より安定感を実現するための機能要件になされたサイズアップとなっています。ポイントとしては、GR ヤリスとのホイールベースの長さの違いであり、GR カロラの場合は、ホイールベースが 80mm 長くなっています。ホイールベースが長いほど、車の市場としては、触進安定性に重きが置かれることとなるため、この市場の違いが GR ヤリスと GR カロラの車としての特性の違いを示しています。サイドのデザインとしては、横から見るだけで、フロント及びリアのフェンダーの盛り上がりが非常に強調されたデザインであることがわかるとともに、フロントタイヤ前のエアダクトがいいアクセントになっています。GR ヤリスとの大きな違いは、ルーフのラインであり、GR カロラの場合は、元々のカロラスポーツの素性にのっとったルーフのラインとなっていることで、ハッチバック形状ではありますが、乗員の自重スペースが担保されているであろうことがよくわかります。その他にも、サイドスカートに GR フォローのロゴがアクセントとなっていたり、オーバーフェンダー化するための追加パーツや、エダクトなどアクセントとなるパーツが多岐にわたって装備されています。ちなみに、ルーフにはマーブル柄のカーボン素材が使用されており、こちらも GR-YARIS と共通の装備となっています。隣に展示してあった GR-YARIS のデザインと比較すると、GR-YARIS の場合は、ほぼ全てが GR-YARIS オリジナルのパーツとなっているため、追加パーツのないシンプルな造形となっていることが印象的です。それに対して GR カロラの場合は、いい意味でベース形状からのカスタム感がまちまちとなっており、後付けではありますが、それゆえのただもの感のなさが伝わってきます。ホイールデザインはこのようになっており、GR ヤリスや GR スープラと共通性が持たされた衣装となっています。サイズとしては 235-40R18 インチとなっています。これに対し、モリゾエディションは 245-40R18 インチの対応が採用されており、走行性能に対するこだわりをひしひしと感じるものとなっています。斜め後ろから見た際の盛り上がりに加えた複雑な造形が非常に印象的でした。もともと複雑な造形をしていたカロラスポーツの造形にプラスしてトレッドの拡大を実施するため、フェンダー周りの造形がとんでもなくなっており、GR カロラの存在感を印象づけるものとなっています。リアのデザインはこのようになっており、印象的なのはやはりセンター出しを加えた3本出しのマフラーとなります。エンジン出力向上のために3本出しを採用するこだわりと存在感もそうですし、フェンダーの造形、そしてテールウェイトの造形などを考慮すると、他社含め現存するホットハッチでここまで戦闘力がありそうなリアデザインのホットハッチは存在しないんじゃないかと思います。とんでもない車ですね。内装紹介。
まずはトランクルームからです。印象的な点としては、4駆仕様となっているにもかかわらず、全く日使用量が犠牲となっておらず、ベースチャネルの容量が担保されています。もともとコール当て入れるほどではないですが、トランクスルーも可能であり、サーキット目線で言うと、タイヤ4本を余裕で詰めるだろうことを考慮すると、カーライフ目線で考えても、非常に高い実用性を持った車であると言えます。運転席周りの内装はこのようになっています。特徴的なのは、GR のロゴの入ったステアリング、6速 MT 用のシフトノブ、GR4 の運転モード切り替えスイッチ、手引きのパーキング、このあたりがノーマルカローラと GR カローラとの違いとなっており、加えて随所にレッドスイッチが入っていたりと、よりレーシーな仕立てとなっています。その上で、ベースのカローラに装備されているフルエクションメーターやヘッドアップディスプレイ、10.5 インチナビといった基本装備は、GR カローラにも装備されているため、運転する際の快適性も犠牲となっていない点が嬉しいところです。また、予防安全系装備であるトヨタセーフティーセンスも装備されているとのことですので、万が一の際に車側からも危険回避のアシストをしてもらえる点は、スポーツカーであっても安心感が高いです。運転席周りにおいて、RZ グレードとモリゾエーションとの違いとしては、ステアリングやパーキングブレーキなど手で触れる部分に対してウルトラスウェードの素材を使用することで、日常使いだけでなく、サーキット走行時のグローブをはめている際の操作性も考慮した装備が織り込まれています。RZ グレードのシートはこのようになっており、レッドのステッチの入ったレーシーな雰囲気にとどまらず、サイドの張り出しの大きい本革とアルカンターラのコンビシートとなっていました。これに対し、モリゾエディションは、よりサイドのサポートがサイトとなったセイバーケットシートが採用されており、こちらもサーキットユースを想定した仕様であることがよくわかります。ただ、セイバーケットシートは日常生活においては不便に感じる点も多いと考えられ、GR カローラの場合は、GLRS 以上の利便性も併せ持つ観点から、日常使いの快適性を求めるユーザーも多いと考えられ、その点を考えると、RZ グレードのシート形状がちょうどいい塩梅かもしれません。後席周りはこのようになっており、しっかりと5人が座れるスペースが確保されていることに加えて、こちらの素材にもアルカンターラが使用されており、質感が前席に比べて劣ることはなさそうです。また、リアガラスの開口面積や頭上スペースに関しては、ベースのカローラスポーツ同様であるため、足元スペースに関しても広々ではありませんが、必要な十分な空間が確保されていそうな点が好印象となっています。それに対し、突き抜けてしまっているモリゾエーションに関しては、後席シートは存在せず、合成確保のためのロールバーが通されたトランク空間となっています。カローラにおいて、ここまでの割り切りを実施したことに驚きであり、ぜひ走り好きの方で所有いただき、サーキット走行など、存分にこの車のポテンシャルを発揮いただきたいところです。最後に、非常に残念な点ですが、この GR カローラの販売方法についてです。当初はモリゾエーションのみが抽選販売される運びとなっていたそうですが、昨今の半導体不足などの影響から、通常モデルの RZ グレードに関しても、台数限定の抽選販売となってしまうそうです。最新情報によると、割当台数としては、モリゾエーションが70台、RZ グレードが500台となっており、ともに12月2日から抽選受付が開始されるそうです。非常に魅力的なモデルであるこの車両が、欲しい人全員の手に渡らないのは残念ですが、手に入れられた方は、存分にこの車両の走りを楽しんでいただきたいところです。まとめです。外観に関しては、ベースのカローラスポーツの衣装を引き継ぎつつ、機能にのっとった装備を追加することで、いい意味でコンプリートカーのような攻めた見た目となっており、ホットハッチの中でも群を抜く存在感であると言えます。内装に関しても、カローラスポーツの基本装備を踏襲しつつ、マニュアルやハンドブレーキなど、走りを楽しむ装備がレーシーな素材とともに追加されており、走りをとことん楽しめる仕様となっていました。GR ブランドに恥じないこだわりの詰まった仕様となっており、試乗の機会が訪れるのが非常に楽しみな一台となっています。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や
愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。